んにちは、古写真研究員の井桜です。今回は第15話、旧江戸城西の丸をご案内します。私は今、皇居前広場のそばにいます。あちらには桜田二重櫓があります。そしてその遠方には富士見三重櫓が高くそびえています。あの富士見三重櫓からこちらの後方にある現在の皇居の宮殿のところにあった最後の江戸城西の丸の眺めです。お楽しみください。まずは絵図でご説明します。太田道館が築城し、その後徳川家康が大規模な土木工事を命じて修築や拡張を行ったここ江戸城は、ここに本丸があって、こちらが二の丸、こちらが三の丸です。こちらが北の丸、そして今回ご案内する西の丸はこちらです。この辺りは紅葉山と呼ばれ、徳川家康が亡くなると紅葉山東照宮が建立され、その後は歴代将軍の霊廟になりました。こちらは吹き上げお庭です。絵図を拡大しました。ここが西の丸です。ここには西の丸と吹き上げお庭を隔てる道館堀があります。この絵図だとここに橋がかかっています。この辺りに西の丸裏門があって、こちらが大奥、こちらが御殿です。ここには伏見二重櫓、これが西の丸下城橋、二重橋と呼ばれています。二重橋の正面には西の丸書院門があります。ここが坂下門。富士見三重櫓はこの辺りで、ここには蓮池二重櫓がありました。今回ご案内するのは実際に行って検証することができないのではっきり断言できませんが、富士見三重櫓付近か蓮池二重櫓のこの辺りからこんな角度で撮影したものです。では行きますよ。どうでしょう。この門が西の丸裏門で、こちらへ向かうと坂下門があります。左遠方のこの大きな渡り櫓門が西の丸書院門です。その右側のここに少しだけ屋根が見えます。これは伏見二重櫓です。大体ですが、この辺りが大奥で、その奥のこの辺りが御殿だと思います。こちらは歴代将軍の霊廟があった紅葉山になります。徳川将軍家の居城となった江戸城は何度か火災に遭いましたが、天守閣以外はその都度再建されました。しかし文久3年、今から160年前にも火災が起こり、本丸や二の丸、そして西の丸が焼失してしまいます。時は幕末の動乱期。江戸幕府は本丸の再建を諦め、政務を行う政庁を西の丸としました。西の丸には火災の翌年の元治元年に、以前あった建物の構造を大幅に変更した簡素な仮御殿が造営されました。この写真はその元治元年に造営された最後の江戸城の眺めです。これでも簡素って言うんですかね。慶応4年、勝海舟と西郷隆盛の会談により、江戸城の無血開城が決定し、江戸城は幕府から明治新政府に明け渡されます。そして江戸城は東京城と改称されます。翌年の明治2年には東京遷都が行われ、明治天皇が京都御所からこの西の丸へ移り、ここが仮皇居となると、東京城は皇城と改称されました。紅葉山にあった徳川将軍家の霊廟は明治2年に撤去されます。しかし明治6年に再び火災が起こり、この西の丸の仮皇居は焼失してしまいます。左端のここに小さな屋根が見えますね。これはお太鼓櫓の屋根です。こちらの写真は、これが伏見二重櫓です。ここに少し二重橋が見えます。
正面のこの渡り櫓門が西の丸書院門です。この場所を現在の皇居前広場があるあちら側から見ると、遠方のここが伏見二重櫓で、奥に見えるこの橋が二重橋です。ここに西の丸書院門があって、手前の石垣の上に白い塀が続きます。こちらはだいたい同じ場所から撮影した明治6年に起こった火災の後の眺めです。伏見二重櫓はここにありますが、ここにあった西の丸書院門の渡り櫓門がありません。そして手前の石垣の上にあった白い塀もなくなりました。この石垣の下にある土塁の上からあちら側を見ると、こちらも明治6年の火災の後の眺めです。左の石垣の上に白い塀がありません。こちらが伏見三重櫓です。ここに木で半分隠れていますが、坂下門の渡り櫓門があります。坂下門の左側は、この辺りは燃えなかったようです。遠方のこちらは桜田二重櫓。ここには蓮池辰巳三重櫓と、坂下門の後ろに蓮池二重櫓がありましたが、明治4、5年頃に焼失したようです。左側の西の丸ですが、石垣の奥、ここには塀が残っていますね。手前のこの建物は鐘楼でしょうか。奥に見えるこの屋根が最初にお見せした西の丸の写真に写っていたお太鼓櫓です。ここに柵がありますが、この辺りからこんな風に撮影した写真がこちらです。ここに先ほどの柵があって、柵の上に見える右側の屋根がお太鼓櫓です。塀がスパッと切断されているように見えますね。この写真には工場焼け跡とタイトルがありました。こちらは西の丸と吹上お庭を隔てる道館堀にあった橋です。明治3年に土木技術者ウォートルスにより架けられました。長さは73メートルほど、日本で最初に架けられた鉄製の吊り橋です。この吊り橋の奥が西の丸になります。石垣があって、塀があって、門柱があって、その奥に垣根や木があってよく見えませんが、火災で焼失する前の西の丸の建物がちらっと見えます。今度は吊り橋の少し横からの眺めです。橋の奥、こちらも焼失前の西の丸です。垣根があってやっぱりちらっとしか見えませんね。ここにちょんまげ姿の男性が頬杖をついてこちらを眺めていました。ちなみにこの立派な吊り橋は明治14年に撤去されます。こちらの写真は左側には明治18年に高麗門が撤去され、明治20年に渡り櫓門が90度角度を変えて建て直された坂下門と、右奥には明治21年に竣工した宮内省の庁舎が写っています。庁舎にもっと近づいてみます。なんだか外国のお城みたいな建物ですね。設計者はイギリスの建築家ジョサイア・コンドルと言われます。明治6年に起こった火災の後は、現在の赤坂御用地が仮皇居とされ、西の丸に新しい宮殿が完成したのは火災から15年後、この宮内省の庁舎と同じ明治21年のことでした。そして皇城は宮城と改称されます。明治宮殿と呼ばれたその新しい宮殿がこちらです。明治宮殿の正殿です。宮内省の庁舎とは正反対の和風な外観で京都御所を模したとされます。中を覗くとこんな感じです。大きなシャンデリアですね。
外観と違い内装は和洋折衷な木造建築でした。この正殿では明治22年に大日本国憲法の発布式が行われました。この最後の江戸城西の丸は元治元年から明治6年までのたった9年間ほどしか存在しませんでした。明治6年に起こったその火災は5月5日の午前1時に紅葉山にあった女官歌碑部屋前の芝小屋から女官の下女の不注意で出火しました。女官と下女は流刑10年と罰金13円50銭となります。この当時の流刑は北海道に連れて行かれたようです。明治天皇と皇后は出火後すぐに吹上お茶屋に避難されご無事でした。それが何よりです。東京百景の最終話、旧江戸城西の丸はいかがでしたでしょうか。次回からは新シリーズを始めます。題してタイムトリップシリーズ、古写真でよみがえる江戸から明治時代の庶民の暮らし、横浜写真編ザ・ジャパニーズライフです。ちょっと長いのでジャパニーズライフと覚えてください。日本カメラ博物館には明治時代に来日した外国人のお土産用に作られたこのようなアルバムがたくさんあります。これらのアルバムは主に横浜で販売されていたところから横浜写真と近年になってそう呼ばれるようになりました。日本各地の風景写真はもちろんのこと、日本人の生活を紹介した写真が織り込まれています。その中から私が厳選して当時の庶民の暮らしをご紹介します。風景写真も時折ご紹介いたします。こちらもきっと面白いですよ。お楽しみに。